本日はお忙しい中、シスココミュニティライブにご参加いただき、誠にありがとうございます。本日、サムエルの基礎とシスコ製品におけるシングルサインオン活用例というタイトルで、プレゼンターを務めさせていただきます。箕浦と申します。本日はよろしくお願いいたします。本セッションでは、座学、そしてデモを通して、現在、多くのシスコ製品で使われております、シングルサインオンと呼ばれる技術の裏側で動作しているサムエルのメカニズムを解説しながら、こちらの4点を皆様にご理解していただこうと思っております。では、まずですね、本日のセミナーのメインテーマであるシングルサインオンに関しまして、皆様がどの程度知見や経験があるのかを教えていただけますと幸いです。では皆様、ご回答のほどありがとうございました。もう一つですね、質問に答えていただきたく、この後、詳しく説明するのですが、サムエルではですね、IDP と呼ばれるユーザーのクレデンシャル情報を保持している外部サービスを使用する必要があります。で今回のセミナーでは、IDP としてマイクロソフト Azure が提供している Entra ID、以前は Azure Active Directory と呼ばれておりました。そちらの Entra ID を使いますので、皆様のマイクロソフト Azure の習熟度やご経験に関して教えていただけますと幸いです。AWS とかの方が、やはり触ったことが多いですよね。はい。Azure だとあんまり触る機会も AWS とかでも少ないかと思いますので、今日そこら、あとまた、パブリッククラウド自体触ったことがない方もおられますので、そういう方向けに、はじめ少しパブリック、クラウドとは何かっていうところを説明してから、サムエルの詳しい説明に入っていきたいと思います。ではまず皆様、ご回答のほどありがとうございました。ではですね、ここから入っていきたいと思います。でこちらが本日のアジェンダになります。最初に Microsoft Azure と Entra ID の概要を解説しまして、その後、シングルサインオンの裏側で動作しているサムエルの詳細をデモを交えて解説します。この3章が一番ボリュームが多い部分になっております。で、その後、応用的なシスコ製品での活用例、シングルサインオンの活用例というものをご紹介したいと思います。はい。では、まずはじめに、Microsoft Azure、クラウドサービスの概要を説明します。クラウドサービスの登場前は、自社でそのまま設備を持って何かしらの、サービスを構築するっていうオンプレミスの環境が多かったのですが、オンプレミスの環境は多くの課題を抱えております。例えば、会社で何かビジネスを展開したく、そのためのシステムを構築する必要がある場合、オンプレミスの場合では、今後の需要の伸びなどを予測して、機材を購入し、機材が届いたら、体を動かして、ラックに機器をマウントして、物理ケーブルを配線して、その後電源を投入して、機器のバージョンアップや設定の投入を行い、インフラを構築します。そして、ある程度の期間かけて構築したインフラの上でサービスを提供するためのアプリケーションを作成します。つまり、会社として何かサービスを展開したいと思ってから、実際にサービスの展開ができるようになるまでの期間っていうのが非常に長いです。また、今後の需要の増加を考慮して機器を調達するため、サービス展開初期の頃、まだそんなにユーザーに認知されていない頃は、未使用なリソースが大量に発生してしまいます。このオンプレミスの環境の問題を解消するのが、今回例で使う Azure であったり、AWS、GCP などのクラウドサービスになります。クラウドサービスを使用することで、個人や企業様はインターネット経由で様々な機能を簡単に使用することができるようになり、オンプレミス環境のような物理機器を自分たちで購入して保持する
といった必要がなくなります。クラウドサービスの特徴はいくつかありまして、ここでは3つ紹介いたします。1つは俊敏性。クラウドサービスでは、専用のポータルページ上で、ポータルページにおいて簡単な操作でシステムを瞬時に簡単に構築可能になります。物理機器の調達や物理作業が不要になるので、サービス展開にかかる時間を大幅に削減可能です。2つ目は弾力性。オンプレミスの場合は、需要の変化を予測し、余裕のあるスペックの機器を購入するので、リソースの活用効率が非常に悪い時期があります。一方、クラウドの場合は、需要の変化に応じて、専用のポータルページ上での簡単な操作で、リソースの増強、削減が可能ですので、リソースの活用効率を最適化可能です。3つ目は、可用性。オンプレミスの場合は、メインのシステムが配置されているデータセンターで障害が発生した場合に、どのようにサービスを継続するかなどの設計を自分たちで考える必要があります。一方、クラウドの場合は、自動的に物理的に離れた複数のデータセンター上にサービスが展開されますので、年間のサービス停止時間を少なくすることが可能です。今解説したクラウドサービスにおいて、マイクロソフトが提供しているパブリッククラウドサービスを Azure と呼び、非常に多くのサービスが提供されております。はい。このように、本当に大量のサービスがありますので、これをワンクリックでもう好きな時に好きなだけ使うことが可能です。では、ここからは、マイクロソフト Azure が提供しておりますサービスの一つであるエントラ ID について解説します。こちらのエントラ ID をある程度理解するには、まず、働き方の変化というものを理解する必要があります。少し前まで、皆様はオフィスに出社して、オフィスの中で働いていたかと思います。つまり、ファイヤーオールに守られた中で、決められた場所であるオフィス、決められた時間、9時から18時、決められたデバイスである会社支給の PC を使って、自分たちの会社の拠点のどこかにあるサーバー上で動作しているオンプレミスのアプリケーションにアクセスして業務を遂行していたかと思います。ただ、現在は変わってきてるかと思います。本日私も今自宅からプレゼンしているように、在宅勤務が普及したことで、皆様も様々な場所や自由な時間に働いているかと思います。また、会社支給の PC ではなくて、個人の BYOD 端末を使って業務を遂行している方もおられるかと思います。また、業務で使用するアプリケーションも、オンプレミスのもののみではなく、マイクロソフト365や Slack などのクラウドサービスもお使いかと思います。業務で多くのクラウドサービスを使う環境では、いくつか問題が発生します。例えば、クラウドサービスを10個使用している場合に、10個のクラウドサービスに個別にユーザー名とパスワードを入力してログインするのはかなり大変かと思います。このような状況で求められるのが、今回のテーマの一つでもあるシングルサインオンになります。どれかのアプリケーションに一度ユーザー名、パスワードを入力してログインすれば、それ以外のアプリケーションにはユーザー名、パスワードの入力を省略してログインできるようになります。また、オンプレミス環境よりも柔軟なアクセス制御っていうのが必要になってきます。クラウドサービスはどこからでも簡単にアクセスできるっていうことが一つの大きなメリットですが、一方それが大きなセキュリティリスクでもあります。利用しているクラウドサービスの中には、会社として非常に機密性の高い情報を保持させているものもあるかと思います。
そのようなクラウドサービスには、カフェや自宅などではなく、ファイアウォールに守られた安全なオフィスからのみアクセスを許可する。ウイルス対策ソフトがきちんとインストールされているかわからない個人端末ではなくて、セキュリティ対策が万全な会社支給の端末からのアクセスのみ許可する。などといったオンプレミス環境よりも柔軟で複雑なアクセス制御が求められます。マイクロソフト Azure において多くのクラウドサービスを快適かつ安全に使うための機能として提供されているのが、今回、この後、デモとかで使います、エントラ ID になります。以前は Azure Active Directory と呼ばれておりました。エントラ ID は、クラウドサービス全盛期において、社員のユーザー名、パスワード、部署情報などの ID、アイデンティティを管理し、各社員、すなわち各アイデンティティがどのアプリケーションにアクセスできるのかを制御するための統合型の ID アクセス管理ソリューションになります。エントラ ID では、シングルサインオンによるログイン時のユーザー名、パスワードの入力の簡略化や、MFA、マルチファクターオーセンティケーションなどによる柔軟なアクセス制御、MDM、モバイルデバイスマネジメントによる端末管理など、多くのソリューションを提供しております。今回はその中で、この一番上のシングルサインオンによる ID 管理の簡略化に焦点を当てて解説します。では次に本日のデモでたびたび出てきますエントラ ID の登場人物について少し解説します。まずユーザー。こちらは組織に所属する社員、すなわちアイデンティティになります。ユーザーはメールアドレスや部署情報など様々な属性情報を保持しております。次にグループ。こちらは複数のユーザーをグループ化するためのコンポーネントになります。エントラ ID では設定をユーザー単位、グループ単位で割り当てることが可能になります。グループを使用して複数のユーザーをグループ化することで、複数のユーザーに対して同一の設定を簡単に適用可能になります。では、エントラ ID のユーザーグループがどのようなものなのかを少し見てみたいと思います。こちらは、ユーザーアリスの情報になります。はい。メールアドレスやエントラ ID 側でこのユーザーを1位に識別するためのオブジェクト ID などが存在しております。プロパティーズをクリックしますと、様々な属性情報が表示されます。例えば、ジョブインフォメーションを見ますと、今の役職や会社名、部署名、社員 ID などが存在しております。左側のグループスをクリックしますと、このユーザーが所属しているグループの一覧が表示されます。こちらはグループ1の情報になります。ユーザーと同様に、エントラ ID 側でグループを1位に識別するためのオブジェクト ID が存在しています。この後のサムエルのアサーションという部分で、こちらのグループのオブジェクト ID が非常に重要になってきます。左側のメンバーズをクリックしますと、グループに所属しているユーザーの一覧が表示されます。では、スライドに戻ります。次に、エントラ ID の登場人物として重要なものとして、エンタープライズアプリケーションと呼ばれるコンポーネントが存在します。エンタープライズアプリケーションは、社員が業務で使用するクラウドサービスやオンプレミスのアプリケーションのことを指しております。エントラ ID では、こちらのエンタープライズアプリケーションに対してユーザー単位、グループ単位でアクセス制御を実施可能です。各アプリケーションはユーザーからのアクセスが発生しますと、エントラ ID と連携してアクセスしてきたユーザーは自分自身であるエンタープライズアプリケーションにアクセスする権利があるのかを確認し、アクセス許可
拒否を判断します。この裏側の動作は次のサムエルのセクションで詳細に解説します。では、エンタープライズアプリケーションがどのようなものなのかっていうのを見ていきたいと思います。エントラ ID では様々なクラウドサービスやオンプレのアプリケーション用に専用の設定メニューが用意されております。少し下にスクロールしますと、このように様々な設定用のメニューが存在しております。検索バーにシスコと入力しますと、このようにシスコ関連のエンタープライズアプリケーションの一覧が表示されます。こちらがエントラ ID に登録されたエンタープライズアプリケーションになります。Assign Users and Groups からこのエンタープライズアプリケーションにアクセス可能なユーザーやグループなどを指定することが可能です。はい。こんな風に設定すると、グループ1に所属しているユーザーがこのアプリケーションにアクセスできるようになります。では、サムエルの詳細な説明に入る前に、まずこの雰囲気をちょっとお見せしたいと思います。では、今からはですね、シスコの Firewall を管理するための製品である FMC、Fire Power Management Center をエントラ ID のエンタープライズアプリケーションに登録して、FMC への GUI 経由のアクセス制御をエントラ ID 経由で実施してみます。まずですね、現在はグループ1に所属しているユーザーアリスと、グループ2に所属しているユーザーボブが存在しております。で、はじめに、現在、このエントラ ID に登録されている FMC 用のエンタープライズアプリケーションでは、ユーザーアリスのアクセスのみ許可しております。はい。では、実際に FMC に GUI 経由でアクセスして、シングルサインオンでログインしてみます。まずは、ユーザーアリスでログインを試みます。一番下のシングルサインオンをクリックしますと、自動的に Microsoft 365のログイン画面に遷移します。どういうメカニズムで遷移しているかは次のセクションで詳細に解説します。でここで MS365 のユーザー名とパスワードを入力しますと、はい、このように FMC にログインできます。では次にユーザー Bob の方でログインを試みてみます。今回、ユーザー Bob はエントラ ID のFMC 用のエンタープライズアプリケーションへのアクセスが許可されていないので、はい、このようにログインに失敗します。はい。はい。Bob はこのアプリケーションのアクセスが許可されている、メンバーではないよっていうエラーが表示されます。というのは今、ユーザー単位でアクセス制御をしました。もちろん、このようにグループ単位でもアクセス制御が可能です。今回はグループ1へのアクセスを許可します。そして、グループ1に所属してますユーザーアリスでログインを試みますと、ログインできます。で次に、グループ2に所属しているユーザー Bob でログインを試みますと、ログインに失敗します。このように、ユーザー単位でもグループ単位でもエンタープライズアプリケーションのアクセス制御が実現可能なことが分かりました。
では、スライドに戻ります。では、ここからは本日のメインでもある、今のデモの裏側で起こっていたサムエルの詳細な動作について解説します。このセクションを聞くことで、先ほどのデモの裏側で動作していた細かい内容がわかります。サムエルを理解する上で、いくつか用語をまず理解する必要があります。まずは、サムエルの登場人物。ユーザーは何かしらのクラウドサービスやオンプレミスのアプリケーションを使用する側、人とか何かしらのアプリになります。そして SP、サービスプロバイダーは、そのユーザーが使用するクラウドサービスやオンプレミスのアプリケーションになります。この SP は、アクセスしてきたユーザーのユーザー名やパスワードなどのアイデンティティの情報は保持していません。このユーザーのアイデンティティの情報は、IDP、アイデンティティプロバイダーが保持しております。ユーザー、SP、IDP の3つが連携することで、先ほどのデモでお見せしましたシングルサインオンが実現可能になります。でこのサムエルっていうのはですね、この XML と呼ばれる形式で、データをやり取りしたりします。で、XML っていうのはマークアップ言語の一種になります。マークアップ言語はこのように、カッコがついているタグと呼ばれるものを用いて、何かしらのテキスト、文字列に意味をつけるための言語になります。有名なマークアップ言語は、皆様が普段ブラウザで使っている HTML になります。HTML の場合、このようなタグでテキストを囲うことで、テキストの色を青色に変更することが可能です。XML は、テキストの色を変えるとかはできないんですけど、何かしらのこのデータにですね、意味とか構造を持たせることができます。XML を使うことで、このようなデータの一覧、表を右側のテキストのただの文字列で表現することが可能です。こういうのがちょっと出てきたりします。で、ここからは、サムエルの詳細な動作を解説します。まずですね、ユーザーはクラウドサービスやオンプレミスのアプリケーションである SP、サービスプロバイダーにアクセスします。すると SP はユーザーを IDP にリダイレクトしますので、ユーザーは IDP にアクセスします。このユーザーから IDP へのアクセスの際に送信されるメッセージをサムエルリクエストと呼びます。IDP はユーザーに対して認証用の画面を提供し、ユーザーは自分自身のユーザー名、パスワードを入力します。IDP はユーザーからユーザー名、パスワードを受け取ると、その情報が正しいかどうかを検証し、そして IDP はユーザーに対して認証結果を返信します。この認証結果には、認証に成功した、失敗したや、ユーザーの所属部署などの属性情報が存在しており、このメッセージをサムエルレスポンスと呼びます。そして、ユーザーは SP に対して IDP から受信した認証結果を転送します。SP は受け取った認証結果をもとに、ユーザーに対して適切なサービスを提供します。この今表示されている通信フローを実現するには、事前に SP 側には IDP の情報、IDP 側には SP の情報を登録しておく必要があります。その際にいろいろな専門用語が登場しますので、その専門用語を一つ一つ解説していきます。まずは、この Entity ID。こちらは IDP、SP を1位に識別するための値で URL の形式をしており、Identifier、Audience、Issuer など、いろいろな呼び方が存在しております。IDP には SP の Entity ID、SP には IDP の Entity ID を登録しておく必要があります。例えば今回デモで使う EnterID には多くのエンタープライズアプリケーションが登録されておりますので、サムエルリクエストを受信した際に、適切なエンタープライズアプリケーションでそのサムエルリクエストを処理する必要があります。
この際に、サムエルリクエストに格納されている SP のエンティティ ID をもとに、サムエルリクエストを適切なエンタープライズアプリケーションに割り振ります。次に、シングルサインオン URL。こちらは、ユーザーが IDP に対してサムエルリクエストを送信する際に使用する送信先の URL になります。SP はユーザーからアクセスを受信すると、ユーザーをシングルサインオン URL にリダイレクトし、ユーザーはそのシングルサインオン URL に対してサムエルリクエストを送信します。で次に、アサーション。こちらは IDP とか SP に登録する情報ではないです。でアサーションは認証に成功したユーザーの属性情報が格納されております。そのユーザーが所属する部署名であったり、そのユーザーが所属しているグループのオブジェクト ID などが格納されているのがこの情報になります。SP はこのアサーションの情報をもとに、グループ1に所属するユーザーにはアドミン権限を付与、グループ2に所属するユーザーにはリードオンリー権限のみを割り当てるといったオーサライゼーション、認可を実現することが可能です。次に、アサーションコンシュマーサービス URL。こちらは、ユーザーがSP に対してIDP から受け取った認証結果っていうのを送る際に使用する送信先の URL になります。SP はユーザーに対して IDP にリダイレクトする際に一緒にアサーションコンシュマーサービス URL を通知します。そしてユーザーは IDP から認証結果を受け取ると、事前に学習していたアサーションコンシュマーサービス URL に対して認証結果を送信します。はい。おっと、ちょっと待ってくださいね。で、で、最後に必要な作業として、この IDP と SP の間で信頼関係を構築するっていうことが必要になります。端的に言うと、SP 側に IDP のデジタル証明書をインストールする必要があります。SP はユーザーから送られてきた認証結果をもとに、ユーザーに対して適切な権限でアクセスを許可します。つまり、IDP が SP に対して直接認証結果を送信するのではなくて、ユーザーを経由して認証結果を送信します。そのため、ユーザーが認証結果っていうのを、ないですけど、改ざんすることも可能になります。で、それを防ぐために IDP っていうのは認証結果に対して自分自身、デジタル署名を付与します。SP はユーザーから受信した認証結果のデジタル証明を、その IDP のデジタル証明書を用いて検証して、認証結果が改ざんされていないかっていうのを確認します。そのため、この SP には事前に IDP のデジタル証明書っていうのをインポートしておく必要があります。はい。で、ここら辺の値っていうのを最低限事前にお互いに設定しておく必要があります。ではですね、ここからちょっとしばらくデモが続きます。先ほどデモでお見せしました FMC とエントラ ID を連携させたシングルサインオンっていうのをゼロから構築しながら、サムエルの詳細な動作を解説していきます。はい。で、まずはじめに、エントラ ID 側に FMC 用のエンタープライズアプリケーションを登録します。はい、で、今回、この FMC 用のエンタープライズアプリケーションの設定メニューっていうのは、専用のメニューっていうのは存在しないので、左上の Create Your Own Application をクリックし、独自のエンタープライズアプリケーションを作成します。はい。では、次に、この IDP 側のシングルサインオンの設定を行います。セットアップシングルサインオン、サムエルをクリックしまして、はい。で、ここでいろいろと設定していきます。
で、まずこのベーシックサムエルコンフィギュレーション。で、ここにまず、一旦 SP 側のエンティティ ID と Assertion Consumer Service URL を登録します。まず Add Identifier をクリックしまして、今回の SP である FMC のエンティティ ID を入力します。で、次に Add Reply URL をクリックしまして、今回の SP である FMC の Assertion Consumer Service URL を入力します。で、この値は SP ごとに違うので、設定する際はちゃんと SP のドキュメントに従って値を入れてください。で、セーブを押します。はい。で、次に必要なのは SP 側にこの IDP の情報を設定するっていうことで、じゃあまずその設定しなきゃいけない IDP の情報が記述されたファイルっていうのを SAML サーティフィケートの Federation Metadata XML っていうところをクリックしてダウンロードします。で、こちらが今ダウンロードした XML ファイルの中身になります。エンティティ ID には、この IDP のエンティティ ID。X509 サーティフィケートには、この IDP の、デジタル証明書。そして、シングルサインオンサービスのロケーションの中に、シングルサインオン URL が格納されておりますので、これを SP 側に登録します。はい。ちょっと名前が違うんですけど、Identifier、これが FMC の設定画面で、Identifier Provider Issuer に IDP 側の Entity ID。Identity Provider Single Sign-On URL に IDP 側の Single Sign-On URL。X509 サーティフィケートに IDP 側のデジタル証明書を入力します。で、これでお互い必要な設定が完了したので信頼関係が結べました。最後に必要なのはこの、アプリケーションにアクセス可能なユーザーグループっていうのをエントラ ID 側で設定してあげる必要があります。はい。はい。で、今回はグループ1に所属しているユーザーを許可します。はい。はい。では、これで設定が終わったので、ここから実際の動作を見ていきます。今回はグループ1に所属しているユーザーアリスを使用します。ここは先ほどと同じなんですけど、はい。普通にユーザーアリスで名前を入力して、パスワードも入力して、ログインします。で、これはログインできます。じゃあ、この裏側で何が起きてたかっていうのを見ていきます。で、何が起きてたかっていうのを確認する際は、この、サムエルトレーサーっていうものを使うのが一般的ですね。はい。こちらは、Google Chrome の拡張プラグインとして無料で使えますので、皆様、サムエルを勉強する際はこちらを使うことをお勧めします。でまず、ユーザーはこの FMC にアクセスします。はい。はい。で、そうすると FMC は、シングルサインオン URL に対してユーザーをリダイレクトします。で、ユーザーはその指示に従って IDP にアクセスしに行きます。シングルサインオン URL に。で、このメッセージの中には、このように SP の Entity ID が格納されておりますので、この値を見て、エントラ ID 側はこの SAML リクエストを適切なエンタープライズアプリケーションに割り振ります。また、このように Assertion Consumer Service URL もきちんと格納されていることから、ユーザーは SP からこの最後自分の認証結果を SP に送り返す際の
送り返し先の URL をきちんと学習していることがわかります。で、最終的に認証が成功して認証結果をユーザーが受け取ると、ポストメソッドを使って SP、FMC に対して、FMC のアサーションコンシュマーサービス URL に対して自分の認証結果を送ります。はい。で、この際に、この送られてきた認証結果が、どの IDP が送ってきたものなのかっていうのをきちんと SP 側が判断できるようにするために、IDP のエンティティ ID が格納されております。で、また、認証に成功したかどうか。で、ただこれだけだとこのメッセージが改ざんされているかどうかがわかんないので、IDP が生成したデジタル署名が格納されております。これに対して、これを受け取ると SP は事前にインポートしていた IDP のデジタル証明書を使ってこのデジタル証明を検証してメッセージが改ざんされていないかっていうのを確認します。で、最後、この後、ちょっと登場するんですけど、ここに、いろんなユーザーの属性情報などが格納されております。はい。というので、今ですね、この動作を説明しました。はい。で、この後、やりたいことっていうのは、次にやりたいことは、ここに格納されているユーザーの属性情報をもとに、適切な権限をこの SP 側で割り当てる、リードライトやリードオンリーっていうことをやりたいのですが、そのためにですね、一旦ここのアサーションに格納されている情報っていうのをちょっと見ていきたいと思います。で、まず使うのはこの、ユーザーアリスですね。グループ1に所属してて、で、デパートメントがチーム1。こちらのユーザーアリスを使います。で、IDP が認証の際に、認証結果にどのような属性情報を含めるかっていうのは、ここの Attribute and Claims で設定できます。デフォルトですと、この4個こちらの値が格納されます。はい。例えば、ここにグループ情報を格納したいとかってなりますと、add a group claim、セキュリティグループ。はい。ってなると、このように、こういう値が追加されます。クレイムネームとバリュー。で、この結果、ユーザーが認証すると、その IDP が返す認証結果に、このようなグループ情報が追加されます。はい。そうですね、グループの名前ではなくて、グループのオブジェクト ID が格納されます。なので、SP 側はこの分かりにくい数値をもとに、このユーザーはこのグループだから、リードライト権限を与えるみたいなことをやります。で、例えば、ユーザーが複数のグループに所属していた場合は、このように、複数値が格納されます。はい。で、SP 側では、このクレームの値がこういう値だったらみたいなそういう条件を書くんですけど、製品によってはこういう、このスラッシュとかが使えない場合がありますので、その場合は、このアドバンスドオプションっていうところで、そして、カスタマイズ・ザ・ネーム・オブ・グループ・クレームっていうところで、このクレームネームっていうのを、独自の名前に変更することが可能です。そうすると、こういう感じで、もうスラッシュがないシンプルな名前、クレームネームと
バリューっていうオブジェクト ID っていうような結果に変わります。で、例えば、部署名とかを入れたい場合は、グループ以外の情報、左側の Add New Claim で指定します。ネーム、ここがクレームネームになって、で、そのクレームネームのバリューとして格納する値を、このソースアトリビュートで選択します。はい。でそうすると、このように、部署がチーム1だよっていう情報が格納されてくるので、これをもとに適切な権限を割り当てるってことも可能です。で、1個注意点は、例えばこの、今のサムエルで、こういう属性情報を格納するって設定してる状況で、もしその属性情報が設定されてない場合どうなるのかっていうと、もう、空のアトリビュートバリューっていうのを持たない空の値じゃなくて、もうこのアトリビュートネームペケペケっていうような、もう、そのタグ自体なくなるので、はい、ここ注意が必要ですね。トラブルシューティングとかで、あれ全然値が入らないんだけどとかって、なった時に、それは、もうそのアトリビュート自体、ユーザーに設定されてないっていうことになります。じゃあ、この、アサーションの情報をもとに、適切な権限っていうのを FMC 側でユーザーアカウントに対して割り当ててみたいと思います。まず、グループ1に所属するアリス。そしてグループ2に所属するボブっていう2つのユーザーを用意しております。はい。エントラ ID のエンタープライズアプリケーションでは、セキュリティグループスイコールグループのオブジェクト ID っていう値をアサーションで返します。FMC 側では、このクレイムネームの値が、この数値だったらアドミニストレーター。この数値だったらネットワークアドミンっていう権限を割り当てるっていうことを今設定しております。で、まずこれユーザーアリスでログインしてみます。はい。ユーザーアリスはアドミニストレーターなので、今ここのメニューがたくさんあることが確認できます。実際この認証が成功して、このユーザーアリスが FMC にポストした、認証結果の中にはこのように、セキュリティグループスがグループ1だよっていうのが格納されていて、その値をもとに FMC 側はこのアリスにはアドミニストレーターっていう権限を割り当てます。一方、ユーザーボブの場合は、先ほどよりもメニューの数が少ないのがわかるかと思います。上側の。はい。認証成功後にユーザーボブが FMC に送る認証結果の中には、セキュリティグループスっていう値がグループ2だよっていうのが含まれております。で、その値をもとに FMC はユーザーボブに対しては、アドミニストレーターではなく、ネットワークアドミンっていう権限を割り当てます。はい。こういう感じで、このアサーションに格納されている情報をもとに、何かしら適切な権限を割り当てるっていうことが可能ですと。大丈夫でしょうかね。ここら辺がサムエルの基礎の部分になります。はい。ではですね、次なんですけど、ちょっとこの後、これでサムネの基礎の部分は終わりなんですけど、シスコ製品
で、他にどういう活用方法があるのかっていうのを、いくつかデモでご紹介したいと思うんですが、この中でご経験があるものっていうのを選択していただけますと幸いですね。ありがとうございます。はい。ちょっとここからはこれらの製品を使って、少しその発展的な使い方みたいなものを見ていきたいと思います。はい。ということで、シスコ製品でのシングルサインオンの活用例ですね。今ですね、何個かこうあるんですけど、例えば今お見せしてた、今のデモとかで使ってたものが、一番簡単なシングルサインオンですね。はい。何かしらにアクセスするとき、今使うものなんですけど、今回がその、今までのデモで使ってたのが、製品への GUI の管理アクセスになりますね。はい。で、ただ、これだけではなくてですね、アクセスっていうのはいろんなものがありまして、例えば、リモートアクセス VPN で、自宅から会社にアクセスするときであったりとか、会社で無線の AP にアクセスするときであったりとか、はたまた、会社からインターネットにアクセスするときとか、いろんなアクセスにもいろんな種類があるかと思います。で、このそれぞれのアクセスにおいて、このシングルサインオンっていうものが使うことが可能です。では、まずですね、Firebar での活用例ですね。はい。最近シスコセキュアファイアウォールと呼んだりはしますが、シスコが、あの、ずっと販売している、次世代のファイアウォール製品ですね。はい。で、FTD っていうのが実際のユーザーのトラフィックをフィルタリングとかしたりするためのファイアウォールで、それを管理するのが先ほどのデモでずっと使ってた FMC になります。はい。で、このリモートアクセス VPN というのは、自宅から企業のネットワークにつなぐ、アクセスしたい際に、その企業のインターネットの入り口に置いてあるファイアーパワーと VPN を貼って、そうすることで企業の中にアクセスすることができます。で、この VPN を貼る技術を、リモートアクセス VPN と言ったりします。で、このリモートアクセス VPN でアクセスしてきたときに、先ほどお見せしたような、シングルサインオンが可能です。で、また、アサーションの情報をもとに端末に対してアクルなどを割り当てたりすることも可能です。はい。こんな感じで、一回リモートアクセス VPN で FTD にアクセス試みると、FTD は IDP であるエントラ ID にリダイレクトして、で、端末はエントラ ID にアクセスして、認証して、で、その認証結果をこの FTD に送ることで、リモートアクセス VPN が確立される。で、企業内の何かしらのサーバーにアクセスできる。で、この際にエントラ ID から学習した属性情報をもとにアクルなどを割り当てるってことが可能です。はい。設定として、あまりこの機器側の細かい設定は話す今日つもりはないんですけど、こんな感じで認証方式としてサムエルを使うよみたいなことを設定するだけです。もちろん、もう少し設定は必要ですけど。はい。で、皆さんこれ多分、シスコセキュアクライアント、AnyConnect VPN で見たことある画面かと思うんですけど、これでコネクトって押すと、まず端末は、FTD にアクセスしますけど、FTD は IDP にリダイレクトします。はい。で、IDP、エントラ ID で、ユーザー名、パスワードを入力して、はい。そうするとログインが完了します。このように、GUI のアクセスだけではなくて、このようにリモートアクセス VPN とかでも使えます。はい。で、この際、最後、この端末は、IDP から受け取った認証結果を FTD に送ります。認証成功したよとか。はい。私のユーザー名これだよとか。で、そうすると、FTD 側はちゃんとその送られてきたユーザー名っていうのをこのように認識します。
で、まあ、内部のネットワークに対して、このように今、ピングが 10.1.1.1 と 10.1.1.2 にピングが通ってますと。で、Firepower はこのダイナミックアクセスポリシーっていうのを使うことで、このリモートアクセスで VPN で接続してきたユーザーに対して、サムエルのアサーションとかの情報などをもとに追加のアクルとかを適用したりすることが可能です。例えば、はい。ダイナミックアクセスポリシーの中身を見てみると、まずこれ、10.1.1.1 への通信のみを許可するアクルがありまして、このアクルを、はい。グループ1に所属しているユーザーに対して割り当てるみたいなことが可能です。実際グループ1のユーザーが認証に成功すると、このように、そのグループ1のオブジェクト ID を FTD に送ります。その結果、このグループ1に所属しているユーザーにはこのように動的に、グループ1に所属しているユーザーだけに動的にアクルを割り当てて、通信を制御することができます。今、10.1.1.1 のみにアクセスを許可するアクルが割り当てられているので、こちらのピングは成功しますけど、こちらの 10.1.1.2 へのピングは失敗します。はい。で、例えば他、ICE とかもありますよね。ICE は接続してきた端末を認証して、その端末が本当に、自分たちの、組織の管理管轄の端末なのかみたいなのを確認して、正しい端末のみネットワークにアクセスを許可するっていうものがこちらになります。で、ICE はこの認証してきた端末の属性情報、例えば、Active Directory のセキュリティグループの名前とかっていうような情報をもとに、その端末に対して VLAN とか ACL などの権限を柔軟に割り当てることが可能です。で、この認証の際に、Active Directory に聞きに行くとか、ICE が持っている内部のインターナルデータベースとかを見に行くみたいなことも可能なんですけど、エントラ ID に聞きに行くっていうことも可能です。で、すべての認証方式でそれができる、サムネイルができるっていうわけではなくて、このゲストアクセスっていうもので、サムネイルと連携することが可能です。ゲストアクセスっていうのはこういうような、ウェブベースの認証になります。はい。私もこれ最近、このエントラサムネイルと連携させたこれを案件でやりました。はい。一回この端末が無線に接続して何かしらインターネットにアクセスを試みると、一旦アクセスポイントがこの端末を ICE にリダイレクトします。で、その後 ICE 側はこの端末をさらにもう一回ここでエントラ ID 側にリダイレクトして、エントラ ID 側で認証を行って、その認証結果をこの端末は ICE に送って認証が完了します。で、この際の属性情報などをもとに ICE 側で端末に対してアクルとかを割り当てたりすることが可能です。例えば無線につなぎますと。無線につなぎました。で、ブラウザを開いて何かしらインターネットにアクセスしようとすると、一瞬ここで ICE の方にリダイレクトされて、さらにここでもう一回 MS 側にリダイレクトされて、で、ここでユーザー名、パスワードを入力して、ログインします。で、ログインが完了した結果、社内のリソースとかインターネットにアクセスできるようになります。はい。はい。認証に成功したっていうのと、はい。自分のユーザー名とかを最後、ユーザーは ICE、SP である ICE に送ります。
こういう感じで、単純な無線への API へのアクセスとかでも使えたりします。で、最後の例で紹介するのはアンブレラで、昔は一つの会社、拠点、オフィス内で働くケースが多かったので、この、社員のすべての通信は、このオフィスのファイアウォールで守ることができましたが、今は、社員がいろんなところに分散して働いてます。はい。カフェであったり、自宅であったり。はい。また、セキュリティ対策っていうのはすごく難しくなってきてまして、やっぱセキュリティの攻撃の種類が多様化されているので、それごとに個別にこの専用のセキュリティアプライアンスを用意するっていうことをしていると、金銭的にすごくかかってしまうので、きちんとした対策ができない企業が増えてしまいます。なので最近は一つのセキュリティアプライアンスを用意するんではなくて、クラウドで提供されているものを活用する。1台をたくさんのお金を出して買うよりも、1人月額いくらで利用するっていう形式に変化してきております。で、そのようなサービスをシスコは何個か提供しておりまして、そのうちの一つがアンブレラになります。アンブレラを使用することで、社員がどこにいても全ての通信をこのアンブレラを経由させて保護することができます。アンブレラは複数の階層でトラフィックを保護します。DNS パケットを保護する DNS セキュリティ、L3、L4 レベルでトラフィックをフィルタリングするコンテンツデリバリーファイアウォール、そして HTTP パケットをより詳細に検査するセキュアウェブゲートウェイ、これらを使ってトラフィックを高い層で監視しますと。で、このようなインターネットへの出口、安全な出口となるものをSIG、セキュアインターネットゲートウェイと呼びます。で、この中の SWG ではですね、Web ポリシーっていうものが動きまして、ここにいろんな機能がありまして、その中の一つにサムエルっていうものがあります。これをサムエルをアンブレラと連携することで、アンブレラ側がそのアクセスしてきた端末が、要はどういうユーザーの端末なのかとか、どのグループに所属している端末なのかっていうのを認識できて、グループとかユーザー単位ごとにアクセス制御をかけることができます。営業チームはこのクラウドサービスへのアクセスは許可。人事チームの人はこのクラウドサービスへのアクセスは拒否みたいなことが可能です。ちょっと細かい設定は省略しまして、今最終的にこのサムエルでちゃんとアンブレラがその接続してきた端末のユーザーが認識できるようになったら、このグループ1に所属しているユーザー、で、このグループ1にはこういうアリスっていうユーザーが所属しているよっていうのをアンブレラ側は正しく認識しております。で、そのアリスっていうグループ1に所属しているユーザーの YouTube へのトラフィックはブロックするよっていうようなルールが今設定されております。はい。で、これ実際に何かアクセス試みると、一旦アンブレラにトラフィックが届きますけど、アンブレラはこの MS365 にリダイレクトします、ユーザーを。で、今までと同じように、この MS365 の画面でユーザー名、パスワードを入力して、クリエイトをクリックします。ユーザー名、パスワードを入力して、ログインします。はい。で、そうするとこのように、ログインできました。で、これ以降、端末が出すトラフィックを、じゃあどうやってアンブレラは、このトラフィックの送信元がユーザーアリスさんだな、アリスさんのトラフィックなんだなって紐付けるかっていうと、はい、この認証成功後にこういう特殊なクッキーをアンブレラ側は端末に送りまして、で、端末はそれ以降のトラフィックに対してはこのクッキーをセットして送ることで、端末側は次来る YouTube のトラフィックとかを
これはユーザーアリスが送信したトラフィックなんだなってきちんと判断して、このようにちゃんと YouTube、グループ1に所属しているユーザーアリスのトラフィックをちゃんと YouTube 宛てのトラフィックをブロックできます。というようなことがね、可能です。なので、シスコ製品でも単純なGUI へのログインでシングルサインを使うっていうのも一つの利用計算ですけど、このようにリモートアクセス VPN であったり、無線 AP へのアクセス、またこうインターネットへ出てくときのアクセスとかで多くの場面でシングルサインを使うことが可能です。ということで、本日の内容はね、以上になります。はい。なので、今日4点を伝え、デモを通して伝えましたので、ここら辺少し、理解、もし皆様がしていただけましたら非常に幸いです。で、今後その、案件でシングルサインオンがありましたら、今回の内容をもとに、実際の作業等を行っていただけますと幸いですと。はい。ということで、約1時間ほどでしたが、皆様長時間ありがとうございました。